悪の大罪。それは、悪のピースがボカロを用いて生み出した、壮大なる物語である。1000年間続く世界、サードピリオド。その世界には、エビリオス地方という数多くの大国が存在する地域があった。この物語は、エビリオス地方の各国、各時代の主人公たちが、禁断のアイテム、大罪の器、これを手にしてしまったことによる、悲劇の物語であり、時を超えた運命が共鳴し合う、壮大な歴史物語である。ちなみに、海外ではこの物語はこう呼ばれている。エビリオスクロニクル。第2の世界、セカンドピリオド。世界の崩壊により、地球から脱出した、二人の人物、レビアとビヒモ。彼らは、新たな世界、サードピリオドを作り、その世界の神となった。第3の世界では、国家ぐるみのプロジェクトにより、神の双子を誕生させようとしていた。しかし、聖母、メータザルムホーファーは、我が子大人たちに利用されるのを拒み、双子を持って逃亡する。しかし、魔女、イブ・ムーンリットが、神の双子を誘拐。さらには、追いかけたザルムホーファーを殺害する。双子は、ヘンゼルとグレーテルという名が付けられ、育てられることとなった。しかし、飢饉のせいで双子は森に置き去りにされる。ヘンゼルとグレーテルは、家に帰還することに成功し、両親を殺害。二人は、母親の罪、現在を浄化すべく、7つの大罪の器を作った。大罪の器の完成後、二人は死亡。この器が世界に散らばり、物語が始まる。同時期に、二人の魔導士がいた。一方をエルルカ、もう一方をエリーナという。大災害により、祖国は崩壊。二人は、永久に生きることができるようになった。エルルカは、友人の神、エルドに大罪の器集めを依頼される。一方、イリーナは、自分から兄と祖国を奪ったエルルカに復讐すべく、後世の様々な事件に関与することとなる。この物語は、各時代の主人公、大罪の器、二人の魔導士、この三つが絡み合うこととなる。一人目の主人公、サテリアジス・ベノマニア。彼は魔導士、IR から、色欲の刀を受け取り、悪魔と契約した。そこから、二人は、共謀して事件を引き起こしていく。サテリアジスの能力は、異性を洗脳すること。これにより、多数の女性を誘拐し、地下に閉じ込めた。そして、大規模な地下ハーレムを作っていくこととなる。彼の起こした事件、ベノマニア事件は、歴史上でも大きな事件として、後世に語り継がれていくこととなる。悪時期の滞在契約者、バニカ・コンチータ。彼女は、虐待、婚約の破談などの悲劇を受け、食に執着。食べ過ぎによる内臓異常になるも、悪魔と契約したことで、息を吹き返した。彼女は、底なしの胃袋を持ち、バニカの館に近寄った者は、皆、彼女の胃袋に収められた。また、彼女は、グーラ病による死者を紙幣として復活させて操り、多数の兵士を皆殺しにしたこともあった。生前、彼女は主に3人の部下を率いていた。一方、死後になると、彼女は悪時期の悪魔として暗躍。4人の部下と、大量の紙幣を操った。彼女は、リリアンヌ、ガレリアンなどの後世の主人公たちにも関与していく。クロアチュール。それは、運命はかつ哀れな双子。悪の娘と悪の召使いによる、兄弟の物語。ビーゲンリート。それは、蔑まれた少女と、友人であり続けた少女による、強い絆の物語。プラエルディウム。それは、赤い鎧の女剣士が、旅の果てに、真実に導かれる物語。プレファッチオ。それは、青の国の王による、贖罪の剣を振るう物語。この悪の王国の物語は、1000年間に及ぶ物語の中でも、最も影響力が強く、そして、最も壮大なる物語である。医者の娘、マルガリータ・ブランケンハイム。彼女は、一生眠ることができない体質を持つ。
彼女は、浮気症の夫、カスパルの不眠症を心配し、眠れる薬、ギフトを作った。その後、自分が眠るために、様々なギフトを試作。だが、ギフトの効果、それは、永遠に眠れるというものであった。彼女の薬は、やがて、空気感染するようになり、街中の人間が死に至った。彼女はギフトをついに完成させ、自らが飲み、毒に倒れた。だが、誰が予想できたであろうか。これは、眠らせ姫による物語の、ほんの一部分に過ぎなかったということを。これは、眠らせ姫と同じ時代を生きた人物の物語。とある孤児が、大統領に引き取られ、レミー・アベラールとして育てられた。彼は、幼馴染の少女がサーカスの取締役に飼われていることを知る。レミーは、彼女の命を救うべく、その男を殺害した。翌日、母親は大統領でありながら、犯罪組織のボスであることが発覚。母親は、レミーの犯行を称賛した。愛する母のために、レミーは、暗殺者、5番目のピエロとして、次々と、標的をナイフで刺し殺した。鬼ヶ島にある、塩ビ坂という場所にて、有名な仕立て屋があった。仕立て屋の主人、須藤佳代は、仕立ての良さと確かな腕で評判であった。そんな彼女は、ある時を境に、呉服屋の主人とその家族を、夜中、一人ずつ、ハサミで刺し殺していった。彼女は、呉服屋の男を、自分の夫だと言い、彼の周りにいた家族を、浮気相手として刺し、最後は、その男さえも殺したのである。だが、そんな彼女にあった思い、そして、大事な人たちへの気持ち。それを知る者は、ほとんどいない。裁判官、ガレリアン・マーロン。彼は、14歳で大学に入り、異例のスピードで出世した、天賦の子であった。ガレリアンは、魔女裁判を隅に追いやり、腐敗した財閥の悪事を世に知らしめるなどの、偉業を次々と成し遂げた。彼は、夫婦の仲があまり良くなく、自分の娘だけが、愛情を注ぐ先であった。そのため彼は、娘ミッチェルを溺愛していた。しかし、妻と娘の乗っていた船が沈み、最愛の娘は、この世を去った。そこから、ガレリアンは、悪の道を突き進むようになる。司法のトップに上り詰めた彼は、裁判所を私物化した。彼は、すべての大罪の器を集めて、娘を生き返らせようとした。大罪の器を集めるには、多く金と情報がいる。そこで、彼は、利益になる者はどんな悪党でも無罪。逆に、金のためなら、罪なき者さえも死刑にしていった。また、裁判所直属の特殊部隊を使って、邪魔な者の暗殺も指示した。彼の計画は、あと少しのところで幕を閉じることになってしまう。ガレリアンの組織した部隊には、ネメシス須藤という暗殺者がいた。ある時、愛していた人物が、ガレリアンと敵対していたことが発覚。彼は、ネメシスの命を救うために、自ら彼女に殺されることを選んだ。ネメシスは、初めて人を泣きながら撃ち、そのまま拳銃自殺を行った。しかし、彼女も悪魔と契約していたため、死ぬことはできなかった。そこで、彼女は、ガレリアンへの復讐を誓う。内乱の中、ガレリアンの館に火が放たれた。ネメシスは、炎の中に入り、ガレリアンと対峙する。ガレリアンは最後まで、強欲なままの姿を貫いた。ネメシスは、銃弾の形の憤怒の器を彼の眉間に撃ち、悪徳裁判官を暗殺した。その後、彼女は反乱の英雄として支持され、国の総統になった。エビリオス地方で大戦が発生し、彼女は、最後まで、大事な人を失ったり、裏切られたりし、彼女は壊れてしまう。そして、世界中に最新兵器、罰を打ち、世界は崩壊する。兵器、罰を作るのに使われた、少年の威力は大きいものであった。そのため、世界と冥界の境界が曖昧になり、
多くの魂が地上に落下した。この異常を解決するため、アレンとネメシスが筆頭に動き出し、すべての時代の人物が集結する。最後の物語の先にあるのは、世界の消滅か、それとも、新たな救済か。崩壊した世界の運命は、時代を超えた絆に繋がれた、双子に託された。いかがだっただろうか。この物語は断片的である。気になった人物や、悲劇があったならば、そこから好きに当たって構わない。悪魔のことを知っているのならば。あや、さては知らないか。悪の娘でも、現在物語でも見れば、おそらく理解できるようになっているだろう。某事象解説者の動画でも見れば、わかるようになっているはずだ。私が誰かって？別に知らなくても、問題のないことだろう。最後に、曲でも、小説でも何でもいいから、エビリオスの世界に足を踏み入れようとするのなら、この言葉だけは忘れるな。悪の因果は終わらない。